こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック41になります。今回はローグラデーションレイヤーをカットします。ローグラデーション自体は基本のカット方法ですが、サロンでは未だに多くのヘアスタイルで使用します。カット方法は角を取りながら丸くカットしていきます。多くのレイヤーが下から切るにしても、ブロックごとに直線で切りながらも下のガイドラインの角を落としながら次のガイドをカットしていき、最終的に綺麗な頭の丸みに沿ったレイヤーをカットします。角を残してカットすると角が数ヶ月経つと落ちてきて型崩れが早くなります。手入れのしやすい、しかも型崩れがしにくいヘアカットをするためには角を落として丸くカットする方法を覚える必要があります。今回バックセクションは上からカットしていきますが、下側をグラデーションにカットするとき、毛束に対して挟む指を45度にずらしながら半ひねりして厚みを残しアウトラインにつなぎます。このようにカットしづらい場合、半ひねりして内側の髪を表に見えるようにし、挟んだ指を45度にずらすことでグラデーションにカットするのがポイントです。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。はじめにアウトラインをワンレングスにカットします。慣れてくればトップの髪もいっぺんにカットしても構いません。今回は分かりやすいようにいつものことですが、アウトラインに近い15度ぐらい下がった斜めのブロッキングラインを取ります。前頭部と後頭部を分けてバックからカットをします。まずバック中心部、ここの三つ襟部分の横幅を取り、床に水平にカットします。まずこの部分をカットします。次に横に移動して前頭部と後頭部を分けて、上のブロッキングラインを目安に15度ぐらい前上がりにカットします。反対側も同じようにカットします。バックセクションでまずは左右の長さをチェックします。アウトラインが綺麗な丸みになっているかチェックカットします。できましたらフロントサイドをブロッキングラインを目安に少し前上がりにカットを進めます。反対側も同じようにカットします。そして左右対称かどうか確認します。違っているようでしたらここで直します。OK でしたらトップ部分をカット。バックセクションから下のガイドに合わせてカットしていきます。フロントサイドも下のガイドに合わせてカットをします。ワンレングスのカットの時に毛束を浮かせないようにとか、挟んだ指を切りやすいように上に向けないように教えられますが、ここではドライカットで毛先にチョップカットが入りますので、
持ち上げても問題ありません。反対側も同じようにカットしていきます。中心部で両サイドガイドを決めて、もう一度フロントサイドの長さをカットすると左右対称になります。できましたら前頭部と後頭部を分けて、前方45度方向に毛束を引き出し直角にカットします。この時によく見ると、ここのところの部分はワンレングスの厚みがここで分かりますので、この厚みを残してそこから45度引き上げ、毛束に対して直角にカットします。ここの厚みを残してそこからカットを始めます。反対側も同じようにここのワンレングスの厚みを確認後カットしていきます。フロントサイドは頭を立方体とイメージして、箱の横の部分に当たるところは平行に引き、トップ部分は回り込んでシェイプしていき、カットを進めます。次にフロント部分、前髪は反対側でカットした紙をガイドに一度チェックカットして、センターの紙をガイドにもう一度チェックカットします。次に前髪部分を作ります。前髪の奥行きや頭の頂点にしておきます。瞳の中心を目安に横幅を取り、縦方向に毛束を指で挟み、毛束を床に平行に引き上げ、垂直にセンターでカットします。次に頭のトップ付近から目尻の上がったラインを目安にモヒカン風に毛束を取り出し、中心部で少し角度を引き上げ、先ほど垂直にカットした角を落としながら丸くカットします。第1パネルの引き出しが床に平行だとしたら、次は30度に引き上げ、その次は60度といったイメージでカットしていきます。こうすることでこのように丸くカットすることができます。次は先ほど引き上げてカットしたこの角度、ここの角度のところに前髪部分も全部引き上げ、横一直線でカットしておきます。先ほどの前髪部分の奥行きのところから耳の付け根の中心に分けております。立ち回りをトップをガイドにフロントサイドの毛束を引き上げカットします。次のパネルは先ほど引いた30度に合わせて前方向でカットします。反対側も同じように初めは前方60度ぐらいに引き出しカットします。あとは30度ぐらいに引き出しカットします。
次はその下45度のグラデーションでカットします。この場合パネルを引き出し、挟んだ指を毛束に対して45度にずらしながら半ひねりし、内側のガイドが見えるようにします。すると内側のワンレングスでカットしたガイドが見えますので、厚みを残し上のガイドも見えますので、角を取り丸くカットします。このように45度に指をずらしながら半ひねりすると、どこをカットしたら良いかが分かります。こうすることで45度のグラデーションでカットしたことになります。反対側も同じようにパネルを横に引き出し、挟んだ指を45度ずらしながら半ひねりします。そして角を落とします。これでグラデーションにカットすることができました。次はトップ部分をモヒカンガイドを取り出し、先ほどカットしたカットラインの流れの延長線上でバックの毛束をカットします。バック部分はカットできる紙はすべて同じようにカットします。できましたら前頭部と後頭部に分けて、どの程度のローグラデーションをつけるか毛束を取り、つけたい段差を確認します。このぐらいからグラデーションの丸みがつけば良いので 4,5 センチぐらいでしょう。イメージができましたらバックセンターを間部分を取り出し、頭を垂直にして床に平行にパネルを引き出し、まずは4センチくらい垂直にカットします。次に45度にパネルを引き出し、上の角と下の角を少しカットし丸みをつけます。次にその下もパネルを引き出し、指で挟んで45度にずらし半ひねりしてアウトラインの厚みを残して角を丸くカットします。次にトップの角を少し取り丸くカットします。これで丸くローグラデーションがつきました。次はセンターで分けて放射状にスライスして床に平行にカットして、次は45度にパネルを引き出し丸くカットします。指で挟んで45度ずらし半ひねりして丸くチェックカットします。同じようにカットしていきます。これでローグラデーションがつきました。こちら側も放射状にスライスしてカットしていきます。
できましたらフロントサイドへとつなげていきます。反対サイドもフロントサイドへとつなげていきます。これでローグラデーションがつきました。では前髪を作っていきます。サイドパートの前髪を作ります。奥行きを決めたら目尻の上がったラインぐらいに分け取り、流したい方向とは逆方向に引きカットします。今回は前髪も分厚くしたくないので段差をつけていきます。流れとは反対方向、目安は瞳の外側を目安に引き出しカットします。次のパネルも同じ位置に引き出しカットをします。反対側も出したい方向とは反対側の瞳を目安に引きカットします。次にフロントサイドとダウンシェイプしてつなぎます。反対サイドもフロントサイドと前髪をつなぎます。はい、ウェットカットの終了になります。では乾かしてからドライカットを行います。はい、乾かしました。バッグはこのようにローグラデーションの丸みがついています。まずはバックセンターのアウトラインをチョップカットします。一番下は厚めにしたいので角度を引き上げずにチョップカットします。アウトラインをチョップカットします。
次のパネルもあまり引き上げずにチョップカットをしていきます。トップまで行います。バックサイドもチョップカットします。ウィッグはもともとところどころ薄いので、必要なところにチョップカットを行っています。反対サイドも引き出したパネルの毛先の厚みを確認しながらチョップカットしていきます。次にフロントサイドです。まずはアウトラインにチョップカットを行います。次のパネルもあまり引き上げずに毛先をチョップカットしていきます。反対サイドも同じような要領でチョップカットします。バッグ中間部にそぎを入れていきます。フロントサイドですが、ウィッグの場合、もみあげ部分、特に髪が密集しているので、そぎを行います。
反対サイドももみ上げ部分を削ぎます。できましたら前髪部分の毛先をそぎで薄くします。顔周りをチェックカットします。ドライカットの終了です。家でドライヤーをかけるように乾かします。家庭でブロードライするとこんな感じになると思います。少し太いアイロンで仕上げてみます。あまりカールを出さないように仕上げていきます。
前髪は毛先だけが後ろに馴染むようにかけます。では整髪量を手のひらに伸ばし、髪全体に薄く伸ばしていきます。髪をよく揺らして毛束感や立体感をつけて整えます。全体の流れを見てチェックします。はい、出来上がりです。はい、仕上がりです。はい、今回はローグラデーションレイヤーをカットしてみました。基礎のローグラデーションと角を取りながら丸みをつけることをポイントにカットしてみました。ローグラデーションと丸みをつけることでワンレングスとは違った柔らかさが出ます。直線はシャープや若さ、とんがっているなどのイメージですが、丸さは女性らしさ、柔らかさ、優雅などのイメージになります。線の使い方によっていろいろなニュアンスを表現できます。ヘアニュアンスを表現する方法、ヘアカットの基礎16動画も出しております。リンクを貼っておきますので、興味がありましたらご覧ください。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。